皆さんこんにちは。株式会社リンカーイノベーションの山本です。この DICT というですね、ポータルサイトの代表でもありますけれども、今日はですね、冠和弘さんをお招きしまして、私たちがプログラム委員を務めます、DIA カッティングエッジシリーズ、2021年は毎月、開催させてもらうような非常にアグレッシブなプログラムになってるんですけど、アグレッシブです。この5月の27日でしたかね、第2回の5月27日のちょっと番宣的なですね、そうですね、お話を新旧のプログラム委員長でさせていただければなと思ってます。冠さん、ちょっとご紹介自己紹介よろしくお願いします。はい、冠和弘です。DIA カッティングエッジシリーズ AI デジタルシンポジウム、2019年と2020年とプログラム委員長をさせていただきました。私も冠さんがですねプログラム委員長された時の第1回第2回にはスピーカーとしてお招きいただきまして、あの時はコロナ前だったんで相当な数の400人ぐらいいらっしゃったんじゃないかなって。多くの人に、2回目はウェビナーでしたか、去年ね。1回目は本当に、大きな会場でかなりの方がいらっしゃったなと記憶してるんですけど、今年はですね1回2回は年に1回6月の開催だったんですけど、先ほど申し上げたように毎月2時間ずつのショートセッションって形で、企画をしております。で、僕らプログラム委員も本当にこれ毎月やっていくの可能なのかみたいなところから始まったんですけど、おかげさまで4月21日のプログラムきちんと固まりまして、5月27日もですね、ちょっとまだ1ヶ月以上はあると言いながらもまだほとんど決まってない、固定はしてないですよね。そうですね。ただ大体、トピックとか、登壇者は決まってきたんで、今日はちょっとそこのお話をさせてもらいたいと思うんですけど、1回目の4月21日はドキュメントインテリジェンスということで、バイエルさんとかシミックさんにご登壇いただいて、いわゆる僕らの訳字関係の文書とかの本当にオートライティングだとかオート QC だとかのお話してもらったんですけど、2回目にわたるのはですね、結構これ皆さん興味のある分野だと思うんですよね。特にコロナの以降、皆さんこれ早急に導入しなきゃいけないっていう議論よく伺いますけども、バーチャルクリニカルトライアル、これをですね、テーマに世界中のですね今のキープレイヤーたちを招聘しまして、5月27日に、開催いたします。ちょっとまだ社名まではね、ここでは公開できないかなとは思ってるんですけど、例えば、VCT のですね、プラットフォーマー、これ米国だとか日本国内にもとにかく世界中のこの VCT 関係のプラットフォーマーをちょっと 2,3 社今もうお声掛けして内諾いただいております。皆さんお名前とかも聞いたことあるところから多分初めて聞くようなところもあるかもしれませんけど、結構まだ日本って VCT の情報ないですよね。そうですね、だいぶ少ないと思いますね。僕なんかが今海外のパートナーとかと仕事をしているので情報入ってくるんですけど、欧米に比べてやっぱり日本でのまだ議論の成熟度合いなんかも含めてまだまだかなと思うんですけど、ちょっとだから日本の方々には、米国のプラットフォーマーがどんなことを考えててどんなことをやろうとしてるのかっていうので、ちょっとプラットフォーマー 2,3 社お呼びしますと。で、他の登壇者はこれ実際このプラットフォーマーを使って VCT やらなきゃいけないじゃないですか。特にこの COVID-19 以降、もうグローバルファーマー日本のファーマー関係なく、とにかくこのプラットフォームを実装しなさいってことになってると思うんですけど、今お話ししたプラットフォーマーたちを使ってって言ったらあれですけど、契約して試験をやろうとしてるんですけど、うまくいってることもあれば、うまくいってないこともあるじゃないですか。この辺りをちょっと赤裸々に語っていただこうと思って実はグローバルファーマとか中心にお呼びしております。米国とかヨーロッパではどうなんですか。じゃあそのプラットフォームを日本で導入するとなったら、規制面、法律の面、実際の召集官とか、僕らの知見環境でそれ使えるんですかみたいなところ、もう EDC の比じゃないですよね。比じゃないですね。モバイルナースから遠隔診療まで単なる知見のデータキャプチャリングツールではないので、このオペレーションとデジタルツールみたいなところのプラットフォームの一番難しいところかなと思うんですけど、この辺についてユーザーの立場から、お話しいただければなとちょっと考えてます。これ結構貴重なお話聞けるかなと。で、国内の、製薬会社さんにも今一部お声掛けしてますが、
ユーザーに当たるような方々に、コメントいただけるような形で、はい、今スピーカーと快諾いただいてますので、この辺りのお話が聞けるかなと、はいね、これはちょっと第2弾ということで、ドキュメントインテリジェンスとVCT ということで4月5月、はい、ちょっと立て続けにちょっとインパクトのあるトピックを持っていければなということで、今プランニングしておりますと。はい、なんか上さんの方からなんか VCT とかのトピックっていうことなんで、5月は期待するところとかちょっと考えていらっしゃるところとかありますか？なんかありがとうございます。期待するところもういろいろありますけれども、例えばですね、製薬産業外では比較的なんていうんですかね、ディーセントラライズドっていう考えがかなり普及してまして、どうしても医薬品開発の場合は病院で患者さんに、来てもらった患者さんに、治験薬を飲んでいただいたりとか、医療機器ですよね、使ってそのデータを収集して、またそのデータを解析してっていう、プロセスを経ますので、なかなかやっぱアナログ感からやっぱり脱却するって難しくてですね、確かにそのデータを集めるツール自体は要は EDC ですよね、かなり早く普及はしたんですけれども、結局ちょっと言い方悪いんですけど、あれ箱なんですよね。だから昔の紙ベースで書いていたケースカードとあんまり変わらないと言いますか、で結局じゃあ EDC になったので、全てなんていうんですかね、リードタイムもう劇的に短くなってるかっていうと、なかなかそれでもやっぱりまだまだなんていうんですかね、レーバーインテンシブなやり方をしているので、おっしゃる通りですね。はい、まだまだかなっていうところがやっぱありますですよね。でやっと遠隔診療みたいな話が出てきて、どんどん今広まってくると思うんですけれども、ただ遠隔だけが全てともう私自身は思わなくてですね、もうそもそもディセントラライズドの概念っていうものはもういろんなところに、ある意味プラットフォームのアイデアとしてですね、ある必要があるんじゃないかなと思っているので、今までのやり方をガラッと変えろって言っているわけではなくて、使えるテクノロジーで効率化、さらに精度が上がる、例えば人が入力するようなことがですね、徐々になくなっていくような形になればいいなと思ってますので、今回5月に期待するところは、今どこまでできてるんだっていうことですかね。そうですね、全くおっしゃる通りですよね。僕は結構聞いてるもんですから、パートナーだったり知り合いだったりするもんですから、あれですけど、多分ほとんどの日本の方々がこの分野で詳しい情報を持っていらっしゃる方、僕いないんだろうと思ってるんで、ぜひこれは質問してほしいですね。僕らのすみません DI カッティングエッジって双方向のディスカッションを重きを置いてますんでね、Zoom ウェビナーで手を挙げていただければ、発言の機会というのがありますから、ぜひ質問っていう形っていうよりもディスカッションをしていただけたらなと思います。やってみてる今製薬にちょっとぶっちゃけた話聞くとかですね。そうですね。で実際プラットフォームはもう完璧じゃないですから、おっしゃる通りです。 AI と同じで。で僕がどちらのトピックでもいつも思うことは、どうやって使うかっていうこちら側の問題なんですよね。今あるテクノロジーとかプラットフォームを、よくあるんですよ。買えばもう終わるとか思ってる方が多いんですけど、AI とかも難しい。絶対それはないんですから、今回の VCT のプラットフォームに関しても、もうある種 EDC の今お話上さんが出ましたけど、もっと複雑なわけじゃないですか。もういろんなオペレーションとテクノロジーが絡んでるので。でこれをどういうふうに使い分けていくか、多分これって薬剤とか、プロトコールとかによってまたこれ使い方変わってくると思いますし、おっしゃる通りですね。でここには工夫とかデザインみたいなものが、絶対重要視されることになると思いますから、ちょっと今回の5月27日のトピックをぜひ聞いていただいてですね、また続編とかもやると思いますし、どんどん進化していく、トピックだともちろん思いますからね、ぜひお誘い合わせの上って言ったりですか、同僚の方々、お友達等々ぜひご参加いただいて、価値のあるディスカッションに皆さんでしていければなと思っておりますので、ちょっと情報はあまり今日出せなくて申し訳ありませんがちょっとこんな感じでどんなことを次やろうとしてるかっていうのをこれからいろんな形で発信していきますので、ぜひご参加いただければと思います。
それじゃあですね、皆さんぜひ5月27日になりますけど、第2回の DIA カッティングエッジシリーズ2021、テーマはバーチャルクリニカルトライアルです。ぜひ皆様お誘い合わせの上ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。